いしょ。今日は梅です。これをですねこっちの鉢に入れ替えようと思います。特に植え替えする必要はね本当はないんですけど、自分の作った鉢に入れてねどんな感じになるのか試したいなっていう感じですね。はい。でこの梅はですね小鉢会っていうね愛好家の会ですね。盆栽の愛好家の会の、即売で入手したものなんですけども、ただ梅とだけね書かれてて、何だったのかね全然わからなかったんですが、一応咲きまして咲いたんですけどね、結局なんだかわからなくて、うちにねこうやって梅百科っていう本があって、その中のですねこれにこう照らし合わせてみたところ、多分この青軸章っていうもののねどれかだったんだろうなと思うんですけど、今一つ分かんなかったですね。また来年ですねちゃんと咲いてくれればなんかわかるかなっていう感じですね。今年はですね例年に比べてなんて言ったらいいんだ、1月2月が寒くて3月がすごく暖かい感じですよね。なので花が咲くのは遅いんですけど、咲いた後はね結構すぐ植え替えする場合は早めにやっとかないと、きっと梅の葉芽ですね、葉芽がどんどん芽吹いちゃってきてて、急がないといけないのかなっていう感じですね。で植え替えはねその時期だけ葉がちゃんと開いちゃう前にやっとけばそれで OK なんですけど、問題はですね消毒ですね。根頭眼種病っていう病気が梅はありまして、バラ科の病気ですよね。梅はね比較的なりづらいっていう風にね言われてるんで、春も植え替えやっても OK ですよなんてよく言われるんですけど、これを使ってですねいつも消毒してるんですよ。合わないですね。ラベルがね完全にボロボロになっちゃってダメなんですけど、このストレプトマイシンだったかな、マイシンっていつも言ってるんですけど、この、消毒薬を使って、農薬ですね、これはを使っていつも、殺菌消毒するんですけど、これがですねこれ販売もう終わってるのかな、今新しく作られてないらしいんですよね。なのでこれに代わって一体何を使えばいいのかなってっていうのが目下の大問題でして、なんかキトサンがいいとかね、そういう風に話はキミさんのとかでも見たんですけど、結局何で消毒すればいいのか、いやもはや消毒いらんのかなっていう、そういう感じですよね。この辺をなんかいいものを何か知ってたらですね誰か教えてくださいって感じなんですけど、どうなんでしょう。ではねやっぱ全然そんな伸びてないですね。もともとねそんなに元気って感じじゃなかったんで、こんなもんでしょう。ちょこっとだけこの黒ずんでるとことか綺麗にしてあげて、それでいいかな。全然根がなかった状態だったかな、最初どんなんだったか覚えてないですけど、そんなに元気に旺盛に根が出てる感じではなかったので、少し良くなってきた感じですね。よかったよかった。でさっきの梅をですねこっちの鉢に移す、そういう予定なんですけど、これねまた僕の作った鉢なんですけど、新しい試みをちょっと試してまして、穴をね2つにして小さくしてます。でこういう風にすることによって何がいいかっていうとね、鉢底ネット使わないでもいけんじゃないかなと思って、ちょっとこれを試してます。今ちょっと適当に針金入れますよ。針金を入れるじゃないですか。こうやって入れて、適当ですからねちょっと浮いてますけど、ここであとはこうやって木を止めるんですけど、多分これぐらいの穴だとちょっと大きめの切り綱を鉢底石としてね使ってる僕としてはそこにちょっと入れるだけでもうこれで多分ね土が流出しなくて済むんですね。なのでこれで多分ネットなしでもいけるんじゃないかなと思って、それを試そうと思ってます。で何が気に入らなくてネットを外そうとしてるかっていうとですね、だいたい長く持ち込んだ木の底を見ると、植え替えする時にこの
そこの部分ですよね。この部分にネットを噛んでっていうか、なんて言ったら中に食い込むような形で根がこう伸びちゃってて、それをね毎回ほぐすのちょっと嫌だなと思ってたので、できればこうそこからねこう鉢からポンと抜いた時に針金もなくネットもなくこの状態にできたらいいなと思って、それをやっています。結局それが何かっていうと別に何でもないので僕のねただの自己満足のためだけに試すんですけど、そうやって植えた方が植え替える時も楽だろうし、ネット使わなくていい分ね余計なもの買わなくてもいいのでいいのかなみたいな感じでちょっと今日は試してみようと思ってます。先にねちょっと松で使ってた感じだと水はねしっかり抜けるようになってたので大丈夫なんじゃないかなと思います。多少穴小さいですけど水はしっかり抜けてました。であとは下から虫が入ってくることの心配ですけども、そもそも結構高い位置に置いてあるしあんまり虫入ってこないのでうちでは大丈夫ですね。多分地面にこうねドンと置いてる人じゃなきゃ大丈夫なのかなと思います。よいしょ。はい。よいしょ。この感じだと前こっちかな。だいたいこんな感じで一列敷いといてこれで大丈夫かな。下にね、この切り綱も落ちてこないんで、あとはこの上に用土を入れて植え替えちゃえば OK と。大きめな切り綱の上に用土をちょこっと敷いといて、あとは、向きはどうしようかな。向きは特に気にしなくていいか、これは。よいしょと。ちゃんとこの時点でね、どっちが表にしたいとかっていうのがあれば、やっといた方がいいですが、僕の場合はあんまり表とか裏とかないので、よいしょ。綺麗にちゃんと入ればそれでいいかなぐらいですね。こんな感じ。で、あとはさっき入れた針金で縛って、よいしょ。固定すれば OK ですね。これは、針金1ミリです。1ミリでもね、多分普通の成人男性は大したの硬さじゃないと思うんですけど、女性とかね、お子さんとかだと結構硬いと思うんで、締めるときにちゃんと道具は使った方がいいかなと思います。で、これで締めて、こういう感じで持ち上げて、動かなければ OK と。じゃあ、あとはこの隙間に土入れて終わりです。こういうね、こういうとこ入れるの大変なんですよ、こういうとこは。こうなんか、先の尖ったものとか、竹串で全然大丈夫なんですけど、少しこう押し込んであげるといいですね、こういうところね。はい、じゃあこれで完成です。さて、こっからが本番ですね。消毒しましょう。で、これを入れて消毒ですね。だいたい1000倍ぐらいだったと思うので、もうさすがにちゃんとね、こうしっかり測って希釈とか全然してないんですけど、だいたいちょっと薄いかなぐらいにするとちょうどいい感じですね。何もこんなでっかいトレイじゃなくてもいいんですけど、いいのがちょうどなくてですね、こんなでかいの使ってます。確かね、今こう使ってるこのじょうろが 800ml 入るんだったような気がするので、1000倍だと 0.8ml ですか。
さっきのだと多分多いと思うんですけど、もうちょっと水必要ですね。はい、追加です。薬剤はですね、あんまり濃すぎても木に悪いですし、薄すぎると効かないので、なんかですね、希釈倍数は前後 10% 前後上下わかんない。少ない多いがこう 10% ぐらいまではいけるそうなので、まあ、1000倍だったら1100倍とか、900倍ぐらいは OK だそうですね。はい。で、ここに、このままジャボンと。あ、いいですね。はい、この状態でまあそうだな、10分15分ぐらい待ちます。で、僕はだいたいその間に片付けます。はい、できました。こんな感じになってます。まあ大きさ的にもねちょうど良さそうですね。あとはまあこの辺とかね、枝枯れ結構ありますし、出てるとこ枝ここしかないんで、もう胴吹きもきっとしないと思うんですけど、まあゆっくりと元気になるのを待ちながら育てていくっていう感じですね。じゃあ今日は梅の植え替えしました。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。